八本上行書伝本人下手の南無妙法蓮華経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 。ご法前において唱え立て祀る御題目、鳴らし立て祀る大金、その趣旨観となれば、ウクライナ戦乱犠牲者及び戦死人没の少量と追善供養正代菩提、戦乱終結、天下太平、国土安穏、世界平和、万民喜楽。願わくはこの功徳をもってあまねく一切に及ぼし、我らと主上と皆ともに仏道上善。本門八本上行書伝本人下手の南無妙法蓮華経南無妙法蓮華経南無妙法蓮華経。皆さんこんにちは。法華経寺福頼でございます。日本にはお百度参りという風習があります。これは家族の病気併誘など人の力でどうしようもないことを神仏に祈るやり方です。ある場所と神仏のいらっしゃる場所、そこを100回往復をして100回お祈りをする。100回というのは大きな数です。それだけの祈りをすることで神仏にどうかこの人の力ではどうしようもないものを救ってくださいということをお祈りをする、そのような作法です。この平和の鐘名称のは、戦争が始まったのが2月24日でした。それから少し後、3月の11日に島根県仏教会から1枚のハガキが届きました。ウクライナの戦争が一刻も早く終わるように、島根県内の各お寺でそれぞれのやり方で午後2時に鐘を鳴らしましょう。それはウクライナの朝です。ウクライナに平和が戻り、人々が幸せに暮らせる日が来るように、皆でそれぞれのやり方で祈りましょう。そのように呼びかける内容でした。その日にこの平和の鐘名称の輪の第1回、法華経寺でこの大金を鳴らすことを始めました。途中所用があるなどでお休みをしたこともあります。それでも本日100回目に到達しました。100回にはなったのですけれども、戦争はまだ終わる様子を見せません。これからもまだ長く続くのかもしれません。100度の祈願で叶わないものなら、それ以上祈るまでです。その祈りは他国に軍隊で攻め入り、大勢の人を殺して自分の言うことを聞かせようとする、そのような悪業に対して、それは幸せへの道ではないと主張し、そして
ウクライナの人々が少しでも早く平和を取り戻し、昔の暮らしを取り戻せるようにという、まさに我々一人一人の小さな人間の力ではできないことです。しかしその一方で、一人一人が祈ることが最後は大きな力になる。それも事実です。今日、日本でも大きな事件が起きました。11時半ごろのことです。奈良県で日本の元首相である安倍晋三氏が選挙の応援演説をしているときに暴漢に拳銃で撃たれて心肺停止の状況であるというふうに報道されています。人の命を奪うこと、それはどのような理由があっても許されることではありません。そのことを改めてこの大きな事件から皆が感じたことのはずです。これからも人を暴力ではなく言葉ではいくらやり取りをしてもいい、批判をしてもいい、暴力は決して振るわない、そのような平和な社会、平和な世界が訪れるように、これからも法華経寺の鐘を鳴らし続けます。本日は以上です。ありがとうございました。